皆さんこんにちは。スープで健康を届けたい幸せベジスープ、ご覧いただきありがとうございます。今日はクリスマスにぜひ作っていただきたいマンハッタンクラムチャウダーです。私たちはクラムチャウダーと聞くと、以前お伝えしたようなオイスターチャウダーの時のように牛乳ベースのチャウダーを思い浮かべますが、マンハッタンクラムチャウダーはトマトベースなんです。私もお若い頃ニューヨークに住んでたことがありまして、本場マンハッタングランドセントラル駅2階にあるレストランでクラムチャウダーを食べたことがあります。今日はハピペジ風に野菜とアサリの旨味を生かし、スープの素を使わないでクラムチャウダーをやってみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずアサリの酢の出しからやっていきたいと思います。多分皆さんも 3% の水につけるとよく砂出しするということはご存知だと思います。だいたい1カップの水に小さじ1ぐらいですかね。ほんのちょっと入れると 6g になりますので、ちょうど 3% になります。意外にやりがちなのがアサリをボウルに入れて砂出しをするということです。実はバットのように平たいものに入れて、このアサリのちょっと今は出てないですけど、水管がビュッと出てるところありますよね。それが海水から出る方がよく砂を出すんです。砂出しをして売られてるものも30分程度砂出しをしていただくと残ってるものがきれいになりますし、砂出しのしてないものだったら 2,3 時間もしくは一晩つけていただくといいと思います。水が飛びますので、新聞紙などを引いて暗くしていただく方がよく砂出しをしてくれます。砂出しした後、こすり合わせるようにして洗います。トマトベースにする材料ですけれども、これはトマトジュースではなくてトマトベースの野菜ジュースなんですね。これを使うと、私はいつもこれを使ってるんですけれども、トマトジュースよりは酸味が柔らかくて、いろんな野菜の風味が入っているので、とても味が柔らかく仕上がります。アサリに豊富なカルシウムを吸収するにはビタミン D の多いキノコ類を入れるといいので、今日はブラウンマッシュルームを使ってみますが、しめじや舞茸などお好みのしいたけを使ってあげてください。アサリのワイン蒸しをしていきます。白ワインを入れ、中火にかけていきます。アサリの口が次々と開いていっていますが、すべて開き終わると火を止めます。野菜を切っていきましょう。マッシュルームは 2,3 ミリ厚さの薄切りにします。お野菜は切った順に次々お鍋の中に入れていってください。セロリは筋を取って7ミリ角に切っていきます。セロリの筋ってなかなか取れない時があるんですけれども、取れればいいかなみたいな感じで取っていただければ大丈夫です。玉ねぎは1センチ四方に切っていきます。人参は皮を剥かずに7ミリ角に切っていきます。じゃがいもは茶色く変色するのを防ぐため、一番最後に皮を剥いて1センチ角に切っていきましょう。では火にかけていきますね。水を 150cc ほど加えて、一つまみの塩を振りかけ、蓋をして弱火にかけていきます。20分ほどして野菜が柔らかくなれば仕上げていきます。蓋についた水滴も旨味や栄養素の塊です。トマト野菜ジュースを加え、
あさりの汁も入れて少し火を強めて煮立てていきます。トマトの酸味を飛ばし、あさりのうまみを全体になじませるため、蓋をしないで沸騰してから5、6分煮るのがポイントです。塩コショウで味を整え、バターでコクをつけて、最後にあさりを加えて温めていきます。あさりの出汁がよく効いて野菜ジュースを使用しているため、長時間煮たようなまろやかさも感じられます。何よりクリスマスにぴったりの色合いが私は大好きです。トッピングにパプリカやブロッコリーを飾るとより華やかになります。こちらの動画ではこのスープに合うサラダもご紹介しています。ぜひご覧ください。健康で楽しいクリスマスをお過ごしください。最後までご覧いただきありがとうございます。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。詳しい作り方は下の概要欄にも載せております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。